皆さんこんにちは。今回は紅葉時期の星野リゾート界鬼怒川をご紹介します。界は星野リゾートの小規模温泉旅館ブランドで、2021年現在全国で19施設あります。界鬼怒川は東京の奥座敷と言われる鬼怒川温泉に2015年新設された温泉旅館です。この動画では界鬼怒川の概要から露天風呂付きの客室、館内イベント、夕食と朝食までフルレビューしますので、ぜひ最後までご覧ください。さて、このチャンネルは私が実際に宿泊した宿について、館内全体からチェックイン、お部屋、お風呂、食事、チェックアウトまで臨場感のある動画を目指しています。特に温泉についてはなるべく実際に入浴してお湯をご紹介するようにしています。一通り見てもらえば宿の全体が分かるようにしていますので、ぜひ皆さんのホテル選びの参考にしてもらえると嬉しいです。界鬼怒川に到着しました。界鬼怒川までの道のりはちょっと変わっていて、こちらの大谷石を利用した建物がスロープカーのターミナルになっています。こちらのスロープカーに乗ってエントランスへ向かいます。ちょっとワクワクしますよね。発車します。スロープカーで自然の中をゆっくりと登ります。周囲は針葉樹が中心で紅葉はあまり見られませんでした。2、3分乗車しているとエントランスに到着します。界鬼怒川は2015年11月に新規オープンした温泉旅館です。2階建てで部屋数は48、うち20部屋が温泉露天風呂付きです。温泉旅館では珍しくペットと泊まれるお部屋があるのも特徴です。フロントロビーです。とても開放的ですよね。こちらはトラベルライブラリー、ラウンジのようなスペースです。フロントロビーでは夜益子焼ナイトが開催されますので、後ほどお見せします。益子焼の作家さんと代表作が展示されています。美術館のようですよね。益子陶器と言われる大型の壺、フロントの壁にも益子焼の陶器が展示されています。棚には小皿や書籍、大谷石、鹿沼組子などが展示されています。豆皿ギャラリー、こちらの豆皿は益子焼ナイトで使用します。麦茶や紅茶、コーヒーなどがフリードリンクになっていました。売店です。売られているものは界オリジナルの商品や栃木の民芸品が中心です。界オリジナルのドリンクや鬼怒川温泉ビールです。コロナウイルス感染対策防止のためにお湯チェックインも行っております。こちらでご夕食の時間とご朝食の時間ご確認しておりまして、207号室をご用意しております。改めまして本日は星野リゾート界鬼怒川にようこそお越しください。事前にいただいておりました情報のご確認、差し支えなければご旅行の目的、一番下にご署名をお願いいたします。本日の夕食は17時30分からのお席、明日のご朝食は8時ちょうどで受けたまって大浴場でございます。場所はこちらでございます。こちらの部屋、露天風呂付きのお部屋でございますね。冬の温度はただいま41度で設定しております。館内着といたしまして、こちらのクローゼットの中にサムエ L サイズをご用意しております。館内着とまた玄関にご用意しております黒いスリッパで、館内でしたらお過ごしいただきます。わかりました。はい、今回のお部屋は207号室、温泉露天風呂付きのお部屋ということになります。
鍵はこんな感じで鹿沼組子っぽいデザインですかね。それを採用してるちょっとかっこいい鍵になってます。では開けてみます。靴置きがあってすぐにねこんな感じで畳がねありますね。で中に入りますとこんな感じで、ベッドスペースとリビングスペースがあります。まずはちょっと奥までね行ってみたいと思いますけれども、少し暗くはなってきてますけれども、ちょっとベランダに出てみたいと思います。でこちらのベランダのねこの下の石ですけれども、こちらがね大谷というところで取れる石ということで大谷石というふうに書いてました。ベランダからねこんな感じで外を見てみるとなかなか景色いいんですよね。遠くがすごく見えるって感じではないんですけれども、遠くの方に山が見えて、で近場にねこんな感じで庭園風に紅葉している木が見えて、なかなかいい感じですよね。でこちらのねベランダにはこんな感じでチェアとテーブルがありますので、こちらに座ってねお部屋にビールを頼んだりとかそういったこともできるということですよね。で改めてお部屋こんな感じになっています。手前がね畳8畳のリビングになってまして、テーブルとソファーが置いてありますよね。こちらにはねテレビが置いてあって、テレビ自体はねそれほど大きなものではないんですけれども、下にテレビ台と、ティッシュとかねそういうのが置いてありますね。でこちらはねちょっと床の間っぽい雰囲気にはなってますけれども、こちらに益子焼きのね陶器が置いてあるということですね。障子とね、それからこちらの藍染め、この雰囲気なかなかいいですよね。この辺りはやっぱり星野リゾートのねこだわりなのかなという感じがします。でお茶菓子ですけれども、こんな感じのね、和菓子とですね、それから伝統塩バターって書いてますけれども、飴でしょうかね、そういうものが置いてありました。でパンフレットですけれども、スロープカーでね下から少し上に登ってきて、そこのすぐ近くにフロントがあって、僕らのお部屋は207号室ということになってます。お部屋はね全部で48部屋ありまして、そのうち20部屋が露天風呂付きの客室ということになってます。であとは大浴場はあるんですけれども、貸し切り風呂はないようですね。甲斐鬼怒川の温泉ということで、泉質がアルカリ性の単純泉、 pH が 8.5 ということになってます。あとはやはり星野リゾートらしいところで、このご当地楽というのがありまして、夜9時頃から豆皿バイキングと益子焼きナイトというイベントがあるみたいですね。それから温泉いろは、夕方4時ぐらいからですね、温泉の紹介をしてくれるということで、こちらに関しては後でご紹介したいと思います。こちらのね甲斐鬼怒川は鬼怒川の民芸品にこだわっているということで、ご当地部屋ということになってます。具体的にはですね、こちらの鹿沼組子であったりとか、大谷石、これベランダに使われている大きな石ですね。それから益子焼、この益子焼もね至る所にありますね。あとはこちらの黒羽藍染め、こういったものがお部屋の中の至る所で使われてますので、こちらもねご紹介をしていきたいと思います。お部屋で Wi-Fi が使えます。で Wi-Fi のスピードもね 20Mbps ありますんで、まずまずのスピードかなというふうに思いますね。そしてこちらがベッドルームということになります。ベッドルームもねリビングとほぼ同じぐらいの8畳ぐらいのお部屋で、こちら側には畳がありますけれども、こっち側はフローリングのような感じになってて、でベッドルームはこんな感じになってます。基本的にはマットレスの上に和布団が引かれてると、そんな感じのベッドルームになってます。でセミダブルぐらいの大きさのベッドが2つあって、でこちらのねベッドスローといいますか、こちらに関しては黒羽藍染めという、染め織物が使われているということですね。でさらにこちらのベッドの頭側に行きますと、こちらが鹿沼組子ということになります。これやっぱり素晴らしいですよね。これ本当栃木のね、日光の温泉に来ると結構これを使ってるところ多いんですけれども、非常にいい感じで使われてます。そしてこちらがクローゼットになってますね。クローゼットにはねサムエが置かれてますけれども、サムエと足袋がね置かれてますね。下にはセーフティーボックスがあります。こちらにはね冬でも着れるような暖かそうな上着が用意されてますね。そしてこちらがミニバーになってますけれども、こちらの
コーヒーカップ、これが益子焼のコーヒーカップということになります。そしてこちらにはお茶のセットがありますけれども、こちらもやっぱりね益子焼のものが使われているということになりますね。ドリップコーヒー1つだけありました。で下には冷蔵庫がありますけれども、冷蔵庫、こちらお水ですね。であとこちらのねビールに関しては有料ということですね。こちらビールの料金表ですけれども440円ということになってます。こちらからお風呂に行くことができます。洗面とねトイレがこんな感じで一体になってますね。これはちょっと珍しいですよね。でトイレはもちろんねウォッシュレットがついてるトイレということになってます。そして洗面はねこんな感じのシンプルな感じのね洗面にはなってますけれども、こちら面白いですね。アメニティがねなんかこう風呂敷のようなそういうものに包まれてて、で面白いのはねこちらの風呂敷の使い方も書かれてますね。であと一般的なね歯ブラシとかそういったアメニティはこちらに入ってますね。あとはこの辺りのね化粧品ですね。こちらも星野リゾート界というふうに書いてて、界ブランドのものが使われているということになりますね。でこちらにはドライヤーが入ってます。そしてお風呂の前にはシャワールームがねこんな感じでありまして、座る椅子とそれからシャワーですね、こんな感じになってます。シャンプー類もこんな感じで揃ってまして、これやっぱりねこの界ブランドといいますか、そういう風なブランドになってますね。さてそれではちょっと暗くなっちゃいましたけれども、露天風呂に行ってみたいと思います。でこちらがお風呂ということになってますね。陶器でできたようなお風呂で、もちろんね温泉ですのでお湯が満たされてまして、でこちらに関してはね後で入ってみたいと思いますので、はい、それでは夜のお部屋の露天風呂入ってみたいと思います。こんな感じでねもちろんずっと満たされてるんですね。意外にね深めの陶器のお風呂になってまして、お湯の温度はでもね結構いい感じで調整されてますね。おそらくどこかでお湯の温度を調整してんだと思いますね。で湯船はね陶器の湯船でやっぱりちょっと狭めではあるんですよね。足を伸ばすとも完全に反対側に足がついちゃうような、それぐらいの広さの、狭めといえば狭めのねお風呂にはなります。でお湯はねアルカリ性の単純泉ということで無色透明で無臭ですね。触った感じも特別特徴のあるようなそんな感じのお湯ではなくて、あまりこう特徴のないようなそんな感じのお湯になってます。夜はね外の景色はちょっと見えませんのでそれはしょうがないんですけども、でもお部屋でねいつでも温泉に入れるというのはとても贅沢な感じはしますよね。でこちらがね湯上がりビールということでちょっとお願いしてみました。これもねやっぱり貝のビールになってまして、至福の湯上がりビールというふうに書いてますね。こんな感じです。おつまみもちょっとついてますので、食事の前でもねこれぐらいであればいただけるのかなという感じですよね。ということで星野リゾート界温泉露天風呂付きの客室でしたけれども、いかがでしたでしょうか。温泉とかでございますが、鬼怒川温泉の泉質のご紹介でしたり、あとは泉質に合わせまして簡単なストレッチをご紹介させていただくお時間でございますので、どうぞごゆっくり。鬼怒川温泉のお湯が滑らかでございますので、湯あたりがしにくく長湯をしていただけたり、あとは朝昼晩繰り返しご入浴をお楽しみいただけることが魅力だと思っております。こちら本日は呼吸法と入浴中に行っていただけるストレッチ、そして翌朝の目覚めのストレッチの3種類ご紹介させていただきます。こちらでストレッチのご紹介は以上になります。許可をいただいて大浴場を撮影することができました。界鬼怒川には男女の大浴場があります。今回は男性の大浴場をご紹介します。男性大浴場脱衣スペースです。とても新しく清潔で48部屋の割には大きめのスペースとなっています。
アメニティはほぼお部屋と同様で貝ブランドのボトルに入っています。こちらが大浴場ということですね。上に木があしらわれていて、中の方は石でできてますね。こちらは十和田石という石を使っているそうです。ライトの部分は鹿沼組子の装飾がされているということになります。お部屋は全部で48部屋ですけれども、10人以上は入れそうな比較的大きな湯船というふうになってますね。こちらがね、大浴場の露天風呂ということになります。外がね、柵に囲われてますので、上の方しかね景色は見えないんですけれども、屋根は途中からねなくなっていて、ほぼ開放的な露天風呂ということになってます。で、お風呂はね、石のお風呂で十和田石という石を使っているお風呂で、お湯に関してはアルカリ性の単純泉ということで、無色透明無臭のお湯になっていますね。大浴場の湯上がり所です。小上がりのようになっており、中庭の景色を見ることができます。ドリンクやアイスキャンディーが用意されています。では今から夕食へ行っていきたいと思います。ご案内いたします。最初は何もなくて、箸とシートだけになってて、こちらがねメニューになってます。本日は秋の若い席でご用意しております。はい、上段右側の先付けから下段左側の甘味まで順番にお持ちいたしますので、はい、ぜひ照らし合わせながらお楽しみください。わかりました。最初から面白いものが出てきましたよ。鹿沼組子の立ち格子細工に入ったこちらの料理は、牛肉とらっきょうのタルタル。牛肉とらっきょうのタルタルです。最初から素晴らしい一品でした。こちらは煮物まん、甘鯛です。しめじです。こちらが崩落盛り、前菜のようなものですね。8寸ということで8品あります。こちらがお作りです。鶏と干しぶどうの松風、渋皮栗の白あえ、スズキの棒寿司、エビの紹興酒漬けとイクラ、白玉くるみ味噌、さんま丸ずんだ、鮭の有限焼き、土佐酢あえ旬の恵み。こちらはお作りです。マグロとホタテとマスです。こちらがマグロです。こちらがホタテです。こちらがマスです。こちら右手側にございますのは、ホタテ信者がございます。お野菜、レンコンと栗をご用意しておりますので、レモンを絞るのにはいつも苦労します。最後にはどうでもよくなっちゃいます。ホタテ新庄身の揚げ、抹茶塩でいただきます。こちらがレンコンです。こちら
らレンコン餅ご用意しております。すりおろしたレンコンの中に鶏肉やエビを加えてお餅のように仕上げた一品でございます。レンコン餅です。春菜ご飯でございます。お願いいたします。こちら今が旬のもみじ鯛という鯛ですね。さつまいもや松茸、白舞茸などを入れました秋の一品ご用意しております。もみじ鯛という鯛はですね、秋に有名な鯛になってまして。こちらがもみじ鯛の割り地焼き、松茸、白舞茸です。これはとても美味しかったですよ。こちらが赤だし。豆乳のパンナコッタの上に柚子のジュレとソースをかけて仕上げておりまして、甲斐鬼怒川特製豆乳缶柚子風味。食事の後は益子焼きナイトです。益子焼きナイトは毎晩21時からロビーで行われます。こちらの豆皿ギャラリーから3枚のお皿を選び、参加型のイベントが行われます。いろんな地方のお皿が並んでいますね。本日はご夕食後の貴重なお時間お集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日の益子焼きナイトを担当いたします。自称ではございますが、益子焼きのマイスターを名乗っております。本日は2名でお届けをしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。会の特徴の一つといたしまして、各施設で文化的な魅力をご紹介する催し物として、ご当地を楽しむ催し物と書きまして、ご当地学をご用意しております。甲斐鬼怒川では皆様に益子焼きの魅力についてご紹介をしております。ぜひこの益子焼きナイトを通して少し益子焼きにご興味を持っていただいて知っていただけたら幸いでございます。簡単に益子焼きのルーツについてお話をさせていただきます。では続きまして、益子焼きが出来上がるまでの過程についてご紹介をさせていただきます。素焼きをした上に炭焼きをしてできている笛でございます。2つ目の楽器でございますが、こちら壺でございます。こちらの太鼓でその雷の雷神様をして笛で風神様、風の神を演じていきたいと思います。朝のお部屋のベランダからの景色です。日が照ってきてね、なかなかいい感じで見えますよね。中庭に行きます。紅葉がいい感じでした。はい、ではお風呂に入ってみたいと思います。結構ね、いい感じでやっぱり油温が調整されていてちょうどいい温度ですね。で景色ですけれども、ブラインドあって、今ブラインド開けてますけれども、まずまずの景色見えるかなという感じです。屋根が完全にかかっていて、このブラインドもあとこういう縦のね柵もありますので、開放感としてはそれほどではないんですけれども、外の景色はねそれなりに見えますし、まあまあの露天風呂かなという感じですかね。雰囲気としては半露天のようなそんな感じの雰囲気にはなりますけれども、まずまずの開放感かなという感じには見えます。お部屋でこんな感じでね一人で温泉を楽しめるというのはとてもいいかなという感じがします。はい、それでは今から朝食を食べに行ってきます。
朝食は夕食と同じ会場でした。朝食にもメニューがありました。こちら栃木民芸の朝食御膳でございます。鹿沼組子の立ち格子木箱という木箱に入ってました。納豆と塩疲れで、サワラの焼き魚と鶏ごぼう、あと温泉卵とおひたしですね。それから湯葉の巻き湯葉あんかけということになってます。巻き湯葉あんかけ、サワラ、こちらが納豆ということで、ちょっと開けてみます。こんな感じですね。で、こんな感じの納豆ですね。チェックアウトです。プランと料金の詳細は説明欄をご覧ください。甲斐鬼怒川いかがでしたか？星野リゾートらしいイベントと温泉露天風呂に癒された宿泊でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、チャンネル登録の上引き続きご覧ください。観光スポット日光東照宮をご紹介します。日光東照宮は甲斐鬼怒川から車で約30分のところにある日本を代表する観光地です。徳川家三代目家光が祖父家康のために作ったものとされています。1999年、日光の社寺として世界遺産に登録されました。今回は短時間で見どころを簡単にご紹介します。こちらの大鳥居をくぐると左には五重塔が見えます。高さは36メートル、1818年に再建されました。重要文化財表門です。神厩舎、有名な見ざる言わざる聞かざるの三猿が飾られています。こちらが三猿です。屋根の下にいる2頭の像は創造の像。こちらは鳥居と陽明門、家康の墓、江戸城が結ばれるためパワースポットと呼ばれています。東照宮を象徴する国宝陽明門、日光東照宮の象徴であり、建物全体がおびただしい数の極彩色彫刻で覆われています。家康の墓がある奥宮宝塔へ行ってみます。入り口は国宝眠り猫が守っています。家康のお墓までは約200段の階段を上る必要があります。重要文化財奥社宝塔。今回の動画はここまでです。最後までありがとうございました。